Welcome to リンヤチャンネル。どうも格闘家の中村凛也です。今回は中村凛也1歳から振り返るです。現在28歳ですけど、この28年間をいろいろあったんで順々にこう振り返っていきたいと思います。生まれた時は春野っていう埼玉市の見沼区のちっちゃい本当にのどかな住宅街に家があって、多分本当普通に過ごしてたと思うんですよね。家の中のこうちっちゃい遊具とかで遊んでた記憶とか、ちっちゃい子に幼稚園入る前にご近所付き合いで同級生の男の子たちとかと遊んでたり、もう本当今たまに通るんですけども、本当普通の住宅街で公園があってみたいなところで普通に過ごしてた。親父は20歳の時に亡くなったんですけど、それまで人生で1回しか怒られたことなくて、それももうなんか本当にもう好きにやれみたいな、親父で俺で好きにやるよみたいな感じの、そんな言ってないですけど、そんな雰囲気を持った言葉も多くない親父で、ただなんか僕が親父もいろいろな事業をやってたんで、毎日こういろんなお客さんがうちに来るっていう家でしたね。でお母さんは超元気で、もういろんな海外行きたい、旅行行きたいとか、ママ友と何々する、バレエ行ってくるとか、すごい楽しんでるな感じのお母さんで、ちっちゃい時はすごい俺みかんが大好きだったから、みかんちょうだいって言い続けて、母ちゃんこうやってこう手と届かないところにこうやってみかんって、みかんっつって泣いたのをすげえ覚えてるんですよ。で俺はこんなにも欲しいものに手が届かないんだっつって、母親からのいじめもあったり何もしてないです。1歳2歳とか本当に普通に楽しく過ごしてた記憶ですね。いろいろあるっすけど、断片的にこうはい頑張ってる時のあれとか、なんかこう絨毯の上をこうやって頑張ってやってるところとかかすかにあるっすね。あとお風呂入れられててやだとかもあるっすね。おばあちゃんが入れてくれたりしてるの覚えてるっすね。記憶力すげえいいね。なんでそんなことまで覚えてんのみたいなよく言われるんですけど、なんか楽しかったのを覚えてるです。で3歳、その時から毎日ピアブレッドにも連れてかされてたんだ。でいろんなファイターと会ったりして、で僕が1歳か2歳の時にバーリトゥードジャパンってヒクソン・グレイシーを呼ぶのに親父がすごいお金出してヒクソン・グレイシー呼んで、すごいグレイシーみたいないろんな人がいっぱい来て、顔の違う人がいっぱいいるすげえって思ってたら覚えてます。でその時僕は覚えてないですけど、寿司屋にこう親父がグレイシーを接待で連れてったりして、でカウンターでこうバーっていろんなヒクソン・ホイラーとかこう並んでて、で父親いつもなんかこの背広のここにパンパンになるぐらいお金入れてたらしくて、すごい有名だったんだよって今はみんな言うんですけど、いろんな事業をやったお金でいろんな人を接待してて、グレイシーとかがお母さんと親父の目盗んで1歳とか2歳の俺におちょこで日本酒めっちゃ隠れて飲ましてたらしくて、で母ちゃんが「あれリンヤいない?」とか言って「いた!」ってなった時はもう顔真っ赤でこんなんでこうやって歩いてるみたいな。お金を出した。その他にもピアブレッドっていうジムを作るのに、いろいろ資金的援助をすごいしたみたいで、それも親父は最初やらないって言ってたらしいんですけど、
お母さんがもう当時なにわの黒ひょう、今のシュートの代表の坂本代表っていう方がいるんですけど、その方の大ファンで、いやシュートに支援してあげなよっつって、親父のケツ叩いて、親父がじゃあっつってこう母ちゃんにぞっこんだったからお金を出したみたいな感じだったらしいですね。そこでこう格闘家といろいろ、じゃあ大宮に大きいジム作ろうっつってジム作って、父親がもともとやってた健康センターがあったんです。その隣に、ピアブレッド、当時はスーパータイガージム、初代タイガーマスクの佐山さんとこう一緒になんか作ったジムで、そこにこうその近くの家からこう毎日行って、当時の初代シューターたちと毎日遊んでた。その中にピットブルのシュート君もいて、俺はたまに行くのが嫌でうわー今日いないかな今日いないかなみたいな今日よかったお兄ちゃんしかいないっつって遊んで帰ってみたいなのをずっと繰り返してたんです多分。っていうのが多分幼稚園入るまでですね。もうずっと囲まれてました。気づいたらもう格闘家のお兄ちゃん周りが。何人か挙げさせてもらうと、4代目タイガーマスクの名前言っちゃいますよね4代目タイガーマスクにはすごいおむつ替えてもらったりとかいろいろしてもらった、はい、あとはすごい記憶に残ってるのは朝日昇さんっていう、そのシュート四天王って言われてた当時のすごい人気だった四天王の一人なんですけど、すごい顔が面白くて、そう目ベッギョロッとしてベロベーって出してハームハームって言いながらこう道場のマットの周りを回るのが超面白くて、俺も一緒にハームハームって言いながらこう回り回るみたいな遊びを永遠とやってたのを覚えてます、はい、あとは怖がらせてくる格闘家もいたりとか、その中には遠征さんもいたりしてはい、そんな感じですごい格闘家と戯れて育ったなっていう気はしてますね。まあ大体幼稚園行くまではそんな感じかな。で幼稚園行ってで弟も生まれて、大宮健康センター湯の里とピュアブレッド大宮とちょっと家が離れたところにあったんですけど、もうそこにつながるところに家建てて、この間写真出てきたんです。こんな感じで家建てて、この横に健康センターがあってジムがあってっていう感じで3階建てのお家でしたね。父親のお兄さん、おじさんが一級建築士で、その人がデザインして作った家みたいで、でそれ引っ越して、でまあもう余計毎日そっからジムに遊びに行くようになって、そしたら当時遠征さんのところにキッドさん、ノリさんが来て、でそこにまあ家族でみゆさんと聖子さんとでこう来て、でアーセンも来たんですよ。でこう近所付き合いが始まったんですね、山本家とうちの家族で。はい、まあ、当時もうみゆ先生と聖子先生はレスリングの世界チャンピオンだったんで、こうガンガン活躍してて、でもこう女子レスリングがこうあんまりオリンピックにこう競技に入らない時期だったんで、まあ、みゆ先生ももうちょっと指導したいかもっていうことで、アーセンと近所にいた俺と剛、弟と3人でこうジムの遊びだったのがこうレスリングに変わってったっていうのが5歳の時っすね。はい、幼稚園の時は、まあ、アーセンも同じ幼稚園に行ってたし、はい、山本家はたまたま引っ越してきたわけじゃない。遠征さんがいて、まあ、当時やっぱもう最強だったんですよ。UFC のチャンピオンもシュートのリングでぶっ倒して、俺はそういう姿とか、その朝日昇さんってハームの人が落とされた試合とかを見て、格闘家にもこれはなんなきゃいけないって思っ
ってた時期だったんですけど、この沿線さんにこう弟子入りっていう形でキッドさんが来たんですかね、確か。はい。ここにこうミュ先生も聖子先生も来て、はい。でアーセンも来て、でも気づいたらアーセンはもう隣にいるっていう存在でしたね。はい。っていう感じでレスリングが始まったんですよ。5歳です。はい。小学校入ってからはいろんなファイターがいるわけじゃないですか。でそこのジムにカーロス・ニュートンっていう UFC ファイターがピュアブレッド大宮に住み込みできて、カーロスはすごいドレッドヘアで声も可愛い感じで柔軟性がもうすごい柔らかくて、で愛読書はもう五輪の書、褐色のカナディアンですげえかっけえなっていう存在だったんですよ。でドラゴンボール好きでこうドラゴンボールのカード、これリンやこれがレアカードなんだよって見せてくれたりして、でカーロス・ニュートンもすごい僕と遊んでくれてて、小学校2年の時に試合行くよってまた連れてかされて、またかと思って見に行こうと思ったら、なんかすんげえでかい会場で、今まで後楽園ホールだったのがプライド19ですね。それはプライドナンバーシリーズの19で埼玉スーパーアリーナに連れてかされたの。そこでカーロスもエンセンも出てたし、でエンセンはその時ノゲーラと試合したんですよ。でバンダレシューバーもメインでやってて、すっごいいい大会だったんですけど、カーロスがもう侍かのように相手の蹴りをもうギリギリでかわしたりしたから、最後腕十字でブラジルのペレっていう黒人のすごい怖い選手に勝って、うわーっつってもう大人たちがこう何万人って熱狂の渦に巻き込まれてて、カーロスかっけーってなって、で次エンセンがこう入ってきて、でノゲーラと試合やるって、ノゲーラはすげえ強いってこう周りから聞いてて、頑張れってなってて、その時なんですよ。でエンセンもやっぱこう試合のたびに遺書書いて全身の毛剃って試合に臨むファイターだったんで、すっごい覚悟決まってるんですよ。試合の時にもう戦争に行く人みたいなテンションでも仲間とずっとハグして、じゃあ行ってくるよみたいな感じでこう試合に臨んでて、俺はそれをなんか物心ついてから初めてこう生でちゃんと頭で考えれるようになってからこう見てて、すごいな、この遠征絶対誰にも勝てないって思ったんですけど、ノゲーラはやっぱその時技術がすごくて、グラウンドの技術で遠征を最後三角締めで落として勝ったんですよ。関節技どんだけ決めても遠征がタップしないから、最後はもう落とすしかないって言って失神させちゃったらしいんですけど、その試合見てカーロスのすごいヒーロー、格闘技のいい部分ってすごい遠征のこの残酷な部分っていうか、別の意味ですごい両極端に感情を揺さぶられて一日で、俺はもう絶対ここでてかもうこんな大勢の感情を巻き込める競技ってないだろうって思って、なんだこの空間みたいな、もう絶対プライドのリングに上がるって決めたんですよね、その時は。そっからはもうずっとプライド気違いですよ。小学校行ってから帰ってくるのにもう何回も見てるプライドのビデオを見るためにもう走って家帰って、もうガーッつってビデオデッキつけてずっとプライドのビデオ何回も何十回ももう毎日見るみたいな。で剛がちょっとレスリングもちょっと強くなってきたらグローブにプライドごっこやるぞっつって10分5分5分の3ラウンドで、それじゃ足んなかったんですよ。僕もう10分10分5分5分5分ぐらいの5ラウンドぐらいでもう剛巻き込んで毎日もあーとかやってて、でも剛はもうやられるだけだから嫌になるんですよ。たまーにこうやられたりしてこう乗せて「うわー痛い痛いそれ痛い!」とか言って三角締めやらせたりして乗せて、じゃあ明日もやろうなっつって
で帰ってまた走って帰ってプライドのビデオをわーって見て、やばい剛やろうっつってそうもうこれずっとループ、そう気違いっすよマジで。でもその中にもたまにアーセンも入ったり、その時にはもうピュアブレッドってアーセンと3人で始まったチームも10人15人ぐらいに増えてたんで、やっぱミュ先生こう名前もあったし近所の人もそれなりに集まったんで、その友達とかも交えてこうやったりして、格闘技のジムでみんなレスリングやってるわけですから、それはそれなりに興味持つわけですよ、みんなちっちゃい時。その記憶しかない。でもレスリングは週2回だったから、土日の平日はずっと水泳やらされてたんです。幼稚園にプールが25メートルプールがあって、そこで3歳の時に水泳始めたんで、そこからずっと水泳も続けてやってて、水泳が週5回、月曜休みで火水木金と、でレスリングが土日で、プライドごっこが週7みたいな水泳について話すと、小4ぐらいで JOC っていうジュニアオリンピックの標準タイム切って、で小4小5小6ってこうジュニアオリンピックでガンガン全国も狙えるレベルでこうやってましたね。瀬戸大也とか同い年で結構県大会の決勝とかずっといたりしたっすね。はい、泳ぎその時はスタイルバタフライでした。はい、バタフライとクロール。今エアバタフライ難しいです。やっぱこのあれですかね、ドルフィンキックから始まりますからね最近はもうこの連動がまるっきりなくなってたんですけど、まあちょっとまあ戻ってきていい感じにこんな感じで、はいコース、ただこの小学校卒業するとき、中学校入るときもう135センチとか、手の順ももうこれにならないようにもうちょっとでも頑張りたい。でも頑張れない。もうたまにこれになったりして、背の順も一番前ぐらい嫌だったんですけど、県大会の決勝とか JOC とか行くともう僕だけ身長ポコってちっちゃいんですよ。その中もうピッチの速さだけでもどうにかしてて、もうこれどうにもならんわと思って、どんどん速いやつに勝てなくなってって、水泳あんま向いてないのかなって思ってた時はあったんですね。レスリングは小学校ずっと頑張ってたんですけど、やっぱどうしても勝てないやつとかいましたね。小1から小6にかけて20戦20敗みたいな子とかもいましたし、同じ体重でなんでこんな強いのみたいな、絶対勝てねえじゃんみたいな子もいましたね。だから絶対こうプライドで世界で最強になるって決めてた自分もいたけど、どこか絶対に勝てねえっていう存在もいたから、大丈夫かな俺みたいな思ってる自分もいたし、毎回試合当たればもう試合始まる前にもう泣きたくなるぐらい、あのことやりたくないみたいな強い子もいたし、ずっと勝ってたわけではないです全然。で小4で全国大会3番でも超一番下の階級だから2回ぐらい勝てば3番になれるぐらいのところだったんで、まあ本当に強い子には勝ってるんですよ。瞬殺されて3番でもこう小学校行った時に全国3番すごいね言われるけど、やっぱどうしても勝てない子はいたし、で小5で階級を落として1番だったんですよ。全国大会1番だって、で小6も1番だったんですよ一応。はい、けどやっぱこのどう見ても僕より同学年で上の階級行けば僕よりレベル高いレスリングめっちゃやってるんですよ。階級で1位だなっていう、このしかも2キロ刻みのとこで1位だなっていう感じですね。逃げて1位だなっていう気はしてます。で小学校高学年の時にはもうプライドとかすげえもう盛り上がっ
ってましたから、今の UFC なんかもう全部の選手をこう集めたような大会になっちゃってましたから、もう何があろうが毎回毎回こう会場には行くようにしてて、埼玉、横浜あたりがそうですね、プライドをずっと追ってたけど、2006年に僕が小6の時にプライドがなくなっちゃって、結果的に UFC に買収されるっていう形になって、その時のもう喪失感といったらもう半端じゃなくて、俺の人生どうなっちゃうんだみたいなっていう感じになったし、でももうそんだけいろんなエネルギーもいろんな活力もこう頑張る力とかをもらってきたから、俺一人でも将来頑張ってプライドを取り戻すぐらいの気持ちになった、その時は。はい、生意気ながらすげえ世界一強くなれば、すごい存在になればプライドを戻せるんじゃないかっていう、こうその時短絡的なんですけど、そういう考えになったっすね。余計こう格闘技でも絶対頑張ろうっていう気持ちは強くなりました、その買収事件。はい、っていうのがそうですね、小学校の締めくくりですね、僕の。はい。はい。はい。あれってどういうふうに見てたんですか？ちょっとグレイシー頑張れっていう気持ちもあったっす、あの時実は。はい。けどやっぱ周りのパパたち、キッズレスリングの仲間のパパとかジムのお兄さんとかはすごいよ、日本人がって言うから、でも俺もやるからなっていう感じでしたちょっとその時からなんかあったっすね、確かに。その兄ちゃん方だったっすよ、ずっと遊んでくれる初代ピアブレッドにいたシューターさんたちだったのが、やっぱこうエンセンをあんな形で倒しちゃうノゲーラっていうので、ノゲーラに変わったっすね。変わってったっす。はい、そっからノゲーラ教。はい、もう全然余裕っすよ最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。いや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 、俺運動神経超悪かったんで、はい、特に、上手な方ではなかったです。グッパーでいつも最後まで余ってましたサッカー少年たちのグッパー最後まで余って